朝飯前って言うんだね、こういうのね。3種類の銘柄をブラインドテイスティングで当ててもらいたいんです。もう香りで大体分かったね。味は確認。俺は今までリベットを信じてきてよかったなって思います。誰と酒を飲むかっていう人生で。マスター、お疲れ様です。お疲れ様。ちょっと今回なんですけど、グレンリベットの、一番スタンダードな12年以外で、最近人気のある3種類の銘柄を、マスターにこうブラインドテイスティングで当ててもらいたいなと思って。簡単。本当ですか？朝飯前って言うんだね、こういうのね。朝飯食ってきたけど。それはそうでしょう。で今回、マスターに当てていただく銘柄は、次の人気あるね。はい。人気あるね、これね。今うちの店でも相当出るね。12年の次リベットでって言われた時にこの3本おすすめしやすいもんな。樽がそれぞれ違うんですよ。14年は、コニャックカスク、コニャックのも一部入ってるってことな。これブレンドしたんだよな。まあバッティングっていうかな。で、15年はフレンチオーク。フレンチオーク。そうだね。まあワインなんかで使うような樽だね。18年はアメリカンオークとヨーロピアンオーク。いやだから本当バーボンアキダル、シェリーアキダルのこう比率のうまさ、年数でバランスの良さみたいなね。樽も年数も違う3本なんですけど、こうマスター当てられますかね？決まってんだろこんなの。こんなの当てられなかったら俺やばいよ。リベットの俺はアンバサダーだよ。アンバサダーだよ。このくらい当てなかったらまずいだろ。俺はもう当たんなかったらもうあれだよ、もう店辞めるよ。それか坊主にする。もうどっちか、どっちでもいい。で次回の時にマスター坊主になってるからやめな、丸坊主になってたらな。割と似合うかもしんないぜ。ブラインドテイスティングといっても、目隠しっていうよりは、もう3種類同じグラスに注いで、これはこのザ・グレンリベット、これはこのザ・グレンリベットっていう感じで、ちょっと当てていただきたいなというふうに思います。楽しいね、そういうの。自分の方で注いでいきたいと思うんですけど、マスターちょっと後ろ向いてっていただいていいですか？このグラスにちょっと入れていきたいと思います。それぞれグラスの後ろのところには年数が書いてあります。まずリベットの14年をついていきたいと思います。終わった？あー、すいません、もうちょっと待ってください。ちょっと片手で取るの難しくてすいません。終わった？まだ終わってないです。すみません、2個目です。踊ってるからさ。本当だ。早くしてくれる？かわいい。ちゃんと14年から渡してくれよ。あ、そういうのやらせとかありなんですか？14、15、18の順番で渡してね。あ、今全部声乗ってますけど。では、最後18年を続いていきたいと思います。ちゃんともう完璧にシャッフルもちゃんとしてね。ガチだってとこをさ。はい、しっかり見せられるように。朝、お待たせしました。よし。なんでこの量が違うのこれ。すいません。なんでこれ。取りながら入れたんで。ああ、そっか。そうだ。でも量が多い方が、多かったり少ない方が、逆に色味統一しないじゃん。はい。いいじゃんいいじゃん。結果的に。こちらから見て、左から一つずつ飲んでいただいて、これだと思ったものを当てていただきたいんですけれども。これ見えるんだよな、飲んでる人たち、俺見てる人たちは。はい、何年か表示されております。これ飲まない方が良かったかな。
もう分かったんですか？もう香りで大体分かったね、味は確認。ああ、自分から見てちょっと左のグラスから、そのどんな香りがするかとか、何年かとか、ちょっと順番に教えていただきます。これとっても上品なんだよね、仕上がりが。ドライフルーツみたいな、でもなんかちょっとスパイシーさもどっかあるんだよな。これだと思うザ・グレンリベットをちょっと横に置いていただけますか？15年。じゃあ一番左は15年だと。じゃあ次は真ん中のグラスなんですけど、どうですか、香りとか。ちゃんとシェリーダルの香りがするね。砂糖菓子みたいな甘さがある。もう18年。間違いないね。グラスは18年。じゃあ最後です。もう最後これだよな。これはそんなにコニャックカスクっていう、なんか割った時はいつもコニャックの香りみたいなのするけど、割となんとなく熟成年数っていうよりは樽の使い方が面白いなって感じの。どっかドライだね。ファイナルアンサーですか？ファイナルアンサー。そうだね。まだ変えられます？いいね、15年。大丈夫ですか？大丈夫。これで。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解です。よし、オッケー。はい。正解でした。じゃあ今度、はい。これを、はい。君もやってみたまえ。俺も？予定に全然ないですけど。これほらもう量を見て分かっちゃってるから、調整するよ。あ、わかりました。今度は俺がテイスティングするっていう。そうだね、これみんな同じ量あるからさ。そこ取ってて。取ってる？シャッフルするから。はい。俺取ってていいんですね。取ってて大丈夫だよ。分かんないだろ。全然わかんないです。もう全然わかんないです。はい。マスターはわかるんですか、逆にその。俺わかんないよ。最後だってそれで鈴が下見て決めればいいじゃん。なるほど。誰も今視聴者の人も含めて答えを知らない状態ってことですね。わかりました。じゃあちょっと待ってくださいね。いや、鈴もこれちょっと飲んでこれ。失礼します。1個ずつ。どっちからいったらいいですか？どっちでもいいよ、自分の好きなとこからいけばいいじゃん。わかりました。じゃあちょっと左側こちらから自分から見てこちら側から。全然わかる気がしないです。香ってみます。はい。何の香りがした？チョコレートとか焦がしたキャラメルといえば焦がしたキャラメルみたいな香りがすごい奥にいる気がします。でちょっと飲んで、一瞬何を感じるか。酔っ払った？大丈夫？大丈夫？酔っ払ってない？大丈夫です。熟成感はない気がします。アルコール結構どう？アルコールは感じるんですけど、12年とかほどは感じなくて、柔らかさもある感じはします。香った時ほどの甘さは飲んでからはそんなになかったかもしれないです。じゃあ次。いただきます。はい、香って。さっきのやつの方が甘かった。甘さがあった気がします。こっちの方が甘さももちろんあるんですけど、さっきのやつより奥に甘さがいる気がして、ちょっと飲んでみます。奥に甘さがあるか。さっきのやつよりわかんないですけど、熟成感がある気がします。いや、オッケーオッケーオッケー。一番好きじゃないか、この香りが。でも一番好きです。なあ。俺がそっち見ちゃうとまずいからさ、グラスの底が見えちゃうからさ、そっち後ろのケツを向けんじゃないよ。
視聴者の方に。すいませんじゃあちょっと飲んでみます、あれ何？なんか一番優しいです。一番優しい。アルコール感というかそれがあんまりないというか柔らかい感じがします。ということは何年熟成いった方が角が取れて丸くなるって言いますよね。まあそうだな、熟成感っていうのはそういうまあ作用じゃないけどな、あるからね。でもそれで言うと、角がこの順番でなくなってったんですよ、だから、それで言ったら、14、15、18かなって思ったんですけど、これ18年。これ18年18年。本当ですか？で、はい、この少しわら臭いみたいな、ちょっとたる臭いみたいな、これ14年。14年で、この一番甘いこのなんか樽の香り、だから本当にリベットの核となる部分っていうか、を15年。もう一回やってみていいですか？クンクンしてる、クンクンダメだお前、鼻から飲んじゃう、そんなことやったら。18、14、15。鈴は14、15、18。はい。18、14、15。見てみて。18、14。14、15しかないだろ。15だ。全部違う。でもそう言われてみて飲んでみて、ちょっとやっぱり一番熟成感がある。まあ顔、まあ色はまず見てみようか。はい。ここで。ちょっと変わんないね、色はね。色はほとんどこっちの方がなんか淡く感じるじゃん。はい。多分淡く感じるってことはバーボンダルが比率が高いってことだし、これはコニャックダルで年数低いけどこの色出してるってことは、そうだね。これはもう一番なんかウイスキーとしてのバランスがいいっていうかね。コニャックはこれだから。なるほど。ただそこまで甘くないじゃん。はい、甘くなかったです。そうなんだよ。だから香りはいいけどな、香りが甘さ。でもこの15年はもう一番甘さがあるっていうか、軽い甘さっていうかさ。なんで15年がすごく甘かったので、飲みやすかったんですよ、だからその18年の熟成によるものなのかなと思ったんですけど、これは樽の力だったんですか。やばい、全然わかんないもうこれで見て当ててごらん。これ14。14。はい、鈴はどっち？これは香って。それは 18？ これ。違いますか？そうだね、これが18だね。18なんだ。で、これは？いや、15だと思います。これは15だよな。でも、これが18の特徴なんだよって言ってもらって飲んだら、18は分かりました。はい。そこをね、こうやって一回覚えちゃえばさ。はい。あと、普段マスターって普通にこうテイスティングしてるじゃないですか。で、味の特徴を伝えてくれるじゃないですか。自分が飲んで伝えるってなると、この味をどう表現したらいいんだとか、全然分からなくて、だから普段マスターが当たり前にやってたことのこう難しさみたいなのをすごい感じましたね。そんなことないんだけどね。でも、このウイスキーやっぱそうだね。それぞれ特徴的でやっぱでも全体的にやっぱ柔らかいよな、この3本はな。柔らかかったです。癖もないしな。ピートがこうガッとくるわけでもないしさ。どれも本当に美味しくて甘さがある中での違いっていう感じがしました。そうだな。柔らかさっていうかな。赤くなってきたね。大丈夫？はい。ベロベロ。いや、外した恥ずかしさもちょっとあって、赤面当てれるかなと思ったんですけど。まあでもこんな感じでテイスティング面白いじゃない。こうやってテイスティングする時のやっぱりポイントとしては一番はどこになるんですか？一番は香りだね。香り。まず香り。何の香りかって、奥から出てくる香りとか。で、飲んだ時の戻りだけど、なかなか難しいよ、飲んで当てるなんていうのは。
基本的にやっぱ香りと色だろ。香りと色当てるんだったらね、はい、でも飲んでみないことは自分の好きなって分かんないからさ、まあそれ飲んで自分の好みか好みじゃないかっていうのは、まあ、感じることだからね。なので、これが18年の味っていうのを記憶してるってことですか、マスターは。その今回全部当てる。ああそうだね、記憶だよねやっぱな。でも忘れちゃうよ。そんなのあれそうだったかなみたいなのもあるし、もう一度口にすればもうまたしばらくは覚えてられるっていうかさ。なるほど。ありがとうございます。難しかったです。失礼します。だからまあこんななんていうの、堅苦しく酒なんか飲むんじゃないから、とにかく酒にこう自然にどれが好きか嫌いか、人と一緒みたいなとこ、好きな人嫌いな人みたいなのはあんまり表現良くないけどさ、それと一緒でこう真正面から向き合うっていうか、やっぱ気持ちと気持ちが通じなかったら人なんかの会話も通じないみたいなもんだから、こっちもウイスキーに対してある程度こうなんていうのかな、敬意を払うじゃないけど、だからやっぱ姿勢が大事だよな。味わう、そうだな、向き合うみたいなな。まあそういう飲み方が一番ウイスキーにとったら、なんか飲んでもらって嬉しいんじゃないのか。あとまたほらハイボールにしたりすれば特徴、要はだからちょっと加水してみたりするとまた全然違ったかもしれないな。今日はもうこのまま直で、直飲みしたけどさ、ストレートじゃないんですか直飲みしたからさ、あれだけどさ、本当だったら割り飲みしていろいろ、まあその本当の香りを楽しんでやったりするのも一つのテイスティングの仕方だから。なんかカタカナ禁止のゲームが別で走ってたりしますか？大丈夫大丈夫。ちなみにこの14、15、18、今回ストレートでいただいたんですけど、これストレート以外だったらどの飲み方がおすすめとかってありますか？いやー、これはもうどう転んでも大丈夫。おすすめ、もうこの3本おすすめって感じ。飲み方はストレートでもハイボールなんかでもいいんじゃないかな。いいですね。ちょっと飲んでみる、ハイボールで。いいですか。なあ、でそのやっぱそのの特徴じゃないけどさ、それもまたやっぱりってこの前に置いてあるからさ、すぐ飲んでこないよ、ハイボールで。じゃあすぐ、はいこれ18年。いいんですか？ありがとうございます。でこれが15年。これ15年飲もうかな。これ14年だね。いいですか？はい。おい、お疲れです。よし。よし。うまいね。これが15、14。やっぱ本当割とコニャックっぽいさが出るんだな。18年もすごい美味しかったです。ちょっとじゃあ、一旦こんな感じで。また全然違った美味しさになりますね。そうだな。ハイボールも美味しいですね。うまいな。やっぱいいね、ハイボールって。たくさんこう酒を飲んで、味が当てられるようにちょっと頑張りたいなと。まあでも美味しく飲めるっていうのはな、それだけでいいんだけどな。だから別に酒そんな味をさ、何年だからどうのこうのなんていう、そういう別にさ講釈垂れてもしょうがないし、だからまあ楽しいか楽しくないか、美味しいか美味しくないかっていうその二本柱みたいな感じでいいんじゃないかな。だからいろんな人といろんな酒飲むのも楽しいし、一人でまあ飲むのも楽しいだろうけど、まあどこで飲むかとか、何を飲むかっていうのもまあ重要になってくるけど、やっぱり俺がお客様から聞いた言葉で一番良かったのは、誰と酒を飲むかっていう、この人生で誰と酒を、どんな好きなやつと酒を飲めるか、一生のうち何回飲めると思ってんだみたいな、そういう話を聞いた時に、確かにその酒の話、そうだなと思うけど、でもその時選ぶチョイスとしてこういうの選んでいくっていうのもいいわけじゃん。だから俺たまたまリベットに巡り合えたっていうのがさ、
それでやっぱ好きになったからこれだけ本数もあるし、お客様にもお勧めしたいなっていう。誰と飲むか、で誰と何を飲むかっていうことが大事なんですね。まあそれは俺がまあちょっとお客様から話聞いた、自分の持論に近づいてきてるような言葉だからさ。14年もちょっと飲んでみていいですか？これ14年。50。はい。草っぽいっていうか。本当だ。な。こんにゃくっぽさより、確かにそのバラとかそうだろう。草原も感じるだろう。もうそれで覚えていけばいいよ。14年は草原みたいな。ストレートの時と全然印象違いますね。全然違うよな。面白い。だからウイスキー好きの人にはちょっとたまらないかもな。うわ、これ美味しいですね。なんかな、そういうなんか雰囲気だからちょっとつまみたいよな。食べ物にも合いそうですね。美味しい。ありがとうございます。マスターソーダ割りだったらどれが一番好きなんですか？俺このやっぱ15年。15年。めちゃくちゃうまいね。ウイスキーってかなりこう物語が詰まってるんだよ。味じゃなくて物語です。歴史イコール物語みたいなとこあってさ、もうリベットってもう200周年な去年迎えたわけだから、200年の歴史が詰まってて、200年だよ。そう考えたらすごい長いわけじゃん。その中でやっぱりこのザ・グレンリベットっていうのはさ、ザってつくのってさ、なんかすごくかっこいいじゃない。ザってこれリベットだけだったらさ、グレンリベットじゃなくてザがついてるっていうのはさ、なんでザってついてるか分かる？でもともとグレンリベットっていう蒸留所があって、蒸留所、だからこの蒸留所だね、もともと。ザもついてない。そうでそれがあまりにも評判が良くて、それは味が美味しかったから。やっぱりその評判が良かったっていうかな、みんな飲んで美味しいね。なんでそれでザがついたの？だからみんなその自分たちがリベットって名前つけよう、ほにゃららグレンリベットなんとかグレンリベットみたいな名前を名乗るようになったから、いやちょっと本家がやっぱりちょっと待ってくれと、そんなうちの名前を取らないでくれっていう感じで、裁判を起こして、それでやっぱりもうザをつけるってことを国が認めてくれて。だから本当にグレンリベット蒸留所っていうのはもう第1号、もう本当に国に認められた第1号の蒸留所みたいな。そうなんですね。だからそういう称号を勝ち取ってそこに行き着いてるわけだから。じゃあもう本当みんなに真似されてたんですね。そうだな。で真似されるってでもすごいことだよな。それだけすごいってからみんな真似するわけだもんな。いいものだから真似されたっていうことなんですかね。そうで真似から始まるわけじゃん、全ては。そこで自分のオリジナリティを出していくわけだからさ。なんかマティーニ、マスターのマティーニの作り方とかジントニックとかちょっと独特じゃないですか。そういうカクテルの作り方とかも結構あそこのバーの人真似してたりとか、お客様で真似して作ってみましたとか、結構そういう意味で言うと真似されることもなんか多いのは。でもそれ嬉しいよな、ある意味な。だって超えられないの分かってるからさ、真似してやってごらんよって、みんな一生懸命やんなよみたいなさ、そういう気持ちもあるし、でもうちはもうちょっと唯一無二でありたいなっていうものがあるから、いろいろ自分たちで考えてるけどさ、なんかそれをなんかあんまりこう軽率に扱ってほしくないっていうかさ、リスペクトを込めて作ってもらいたいよな、真似するんだったらな。でもそういう人たくさんいるじゃん。マスターの真似しましたなんて言ってさ、そういう人は嬉しいしさ、だからバーでそういう作り方してるのも嬉しいよ、実際。そうですか。みんな頑張って俺の真似してさ、真似されるっていうことは、さっきの話だと、そのいいものだから真似されるってこと。それはやっぱみんなが認めてくれてるって証じゃねえかな。自分もやってみたいとかな。これ嫌なもん、変なものを真似しないよみんな。そっか。それなりにいいと思ってるから真似するわけだろ。真似しようと思っても真似できない部分が、やっぱその中身なんですね。そういうことになるよな。結局やっぱ本当中身だよ。全ては。だからもう本当それこそハートっていうかさ、みんな情熱とかさ、そういうのを持ってものに向き合ってるからこそできるらしさだよな。そこっていうのかな。真似も別に悪いわけない。悪くない、全然。真似ろっていうのはどんどんみんな。それでどんどん自分のステップアップするからさ。
最初だって俺だってバースプーンだって回せないんだよ。あそれをやっぱ見よう見まねでみたいなさ、そっか。でシェイカーだって触れないんだよ最初から。それを見て真似したりして、そこから始まるわけだからさ。そこでどんどん、赤ちゃんの頃からシェイカー触れたのかなくらいの。だから俺最初に言ったら2歳ぐらいだから。そうだからそれ2歳でもうカクテル作ってるからさ。見よう見まねで。あの時はだって自作自演を考えたの。よしこれだと思ったね。だから今日は本当リベットをテイスティングできてよかったっていうのと、やっぱり俺が今までリベットを信じてきてよかったなっていうかさ、やっぱもう信じてる酒だからさ、やっぱりいいなっていうのはさ改めて思ったね。いやでもちゃんと当てるなんてやっぱすごいですね。すごいよ。簡単。簡単。美味しいから簡単。今回はザ・グレンリベットをテイスティングして、ザ・グレンリベットのね。ありがとうございました。うまいね。ありがとうございました。お疲れさん。俺もう丸坊主になるとこだったよ。確かに。危ねえな、本当。危なかった、本当。丸坊主も面白かったかもな。それからモヒカンとかな。それ鈴のダイエット企画だからな。まあやってましたね。この期間で何キロ痩せれなかったら角刈りですよね。そうだ、角刈りだ。